吉田です。今年個人的に一番良かった中華ゲーム機、RG280V をレビューしていきます。手に入れたのは今年の初め頃なので、だいぶ使い込んだ上での感想って形になります。今更買っても遅くない、個性的で完成度が非常に高い機種なので、気になってる人は参考にしてみてね。ではこんな感じで見ていきたいと思います。一目でわかるアンバーニックパッケージですね。四角く小さい本体に対して、箱も四角くて可愛いです。側面にはスペックなど色々書かれています。色はゴールドとシルバーの2色展開です。シルバーもシックでいいですね。では開けてみましょう。ちなみに開封動画風にしてますが、詰め込み直してます。結構ギリギリ寸法で良いですね。こちらが内容物一覧。付属は充電用の USB-C ケーブルと、説明書ですね。英語での表記ですがなんとなくわかりますね。気になる人は動画を停止して確認してみてね。めちゃくちゃいいっす。アンバーニック特有のハイクオリテに加えて、ファミコンコントローラー風のデザイン、そしてこのサイズ感、たまらん。これぞ中華ゲーム機の醍醐味って感じで、めちゃくちゃ良い。赤い部分の色味はエンジ色っぽいすごく良い色だし、プラスチックの質感は超良い。ゴールドの部分はヘアライン仕上げのメタルのような質感で、すごく高級感があります。乱雑に扱っても全然傷つかない感じも最高ですね。液晶の保護ガラスはラウンドエッジ加工になっているのも高級感ポイント。背面にはスピーカーのみが配置されていますが、このように初代ゲームボーイ感あるラインのデザインになっています。右側面には電源ボタンとリセットボタン、下側面には何もなく、角にストラップホールがあります。上側面には充電用の USB-C とイヤホンジャック、左側面にはボリュームボタンとマイクロ SD スロットが2つあります。初代ゲームボーイポケットと並べました。ポケットよりはるかに小さく、画面はポケットよりも大きいです。ボタンの押し心地も非常に良いです。しっかり押せてる感じがあり、少し硬め、文句なしのクオリティですね。スタートセレクトボタンは同じような感じですが、押し込み深さが少し浅いので小さいボタンでも押しやすいです。十字キーもしっかりした押し心地で良い上に、軸感がしっかりあって非常に良い。LR ボタンはカチカチとしたストロークが短い感じ。実際に手に持ってプレイしてみると、やはりかなり小さめな印象。これで長時間プレイしていると、だんだん手が痛くなってきます。RPG ならそこまで問題はないですが、激しいアクションやシューティングなどは、結構しんどいかもしれませんね。でもこの小ささを逆手にとって、片手でプレイすることも可能っちゃ可能です。液晶は 320×240 のブラウン管サイズなので、PS1 などを遊ぶのに最適な画面サイズです。スペック的にも PS1 が問題なく動く程度の CPU なので、いいバランスだと思います。液晶自体は少し赤めで発色が強めな印象。デルタ配列液晶なのが少し不満ではありますが、まあ画面も 2.8 インチと小さいので大体の人はそこまで気にならないでしょう。試しに拡大してみるとこんな風に見えます。これはファミコンをプレイしている画面ですが、デルタ配列液晶のセーフルスクリーン表示のせいで、少し滲んでいるようにも見えます。これが GBA をピクセルパーフェクトで表示した場合の画面です。ジャキジャキしていて、部分的に赤くなっています。デルタ配列では液晶がひし形のドットになっているのがよくわかります。ただ発色の良さ、輝度の高さによりほとんど気にならないレベルにはなっています。IPS 液晶化した初代 GB と比べるとこんなに違います。輝度の高さ、解像度の高さ、携帯性の高さを考えるとピカイチな感じです。ラミネーションディスプレイなので、普通に IPS 化した液晶と比べても、画面との距離が近くて、美しいです。試しにアナログポケットと比べてみたらアナログポケット強すぎて引きました。もうこれ以上比較するのやめます。使い方は、基本的には OpenDingX という OS なので、エミュレーターを選択、その後ゲームを選択して起動という流れですが、私は ADAM イメージという OS を導入しているので見た目や使い勝手が異なります。ちなみにこのメニュー画面は私が自作しました。かっこいいですよね自画自賛。まあこれの導入等は後々動画で上げることとしますね。基本的には通常の中華ゲーム機同様、カートリッジリーダーなどで吸い出したゲームを、左側、TF2 と書いてある部分のマイクロ SD 入れて起動する感じです。他は配布されている同人のスーファミゲームなどもプレイすることができますね。使い方はざっくり言うとそんな感じです。アンバーニックさんの製品の中でも、群を抜いてクオリティが高い RG280V、ものすごくデザインが良くて、所有欲が満たされるので、まさに持っていて嬉しい携帯ゲーム機です。中華ゲーム機は安っぽくて何もできないという、既成概念を大きく覆した一つの端末だと思っています。今購入しても全然後悔しないと思うので、ゲームボーイミクロのような小型ハード好きな人には、ぜひおすすめします。アンバーニックさんは今後もぜひこの路線でゲーム機を作ってほしいですね。